こんにちは、大工の翔平です。今回は床を張っていきたいと思います。床材ですけども、ヒノキの 30mm の長さ 4m のフローリングになります。これを全面に張っていきたいと思います。動画には映っていないんですけども、まず床を張るときはこの家全体の板の割り付けをします。柱とか隅で細い板が入らないように全体を均等に割ってやります。そして初めて長さを測って切っていきます。全体に節がある材料ですから、どういう風に使っても節は入るんですけども、節の上で切らないように注意して板は取っていきます。どの材料を持っても節はあるんですけども、全体の雰囲気で順番だけ自分なりに決めていきます。最初に言いましたけども、家全体の隅の隅まで板の割り付けをしてないとどっかでしわ寄せがきます。そのために最初の板を割り付けした通りに幅を割って張り出していきます。床材は温度と65のペースで止めていきます。張り出しが一番肝心になってくるので、このまっすぐ基準となるようにしっかりと留めていきます。板を合わせるときは、この自分は少し長めの打ち当ての木を使います。まっすぐな木で、この重みのある木で叩くことによってしっかりとついてくれます。ここは柱が当たるので変えていきます。両端が小穴とアングルに潜り込ますために、糊の上を斜めに持っていきます。その時は木を真ん中で浮かして、糊に真ん中で当たらないように浮かして入れていきます。そして一緒ですけども、65のビスをしっかりと頭を打ち進めます。かまちの角度に合わせて墨をしていきます。押し切りは何度でも角度はなります。
30度とか45度はきちっと止まるようになってまして、なかなか便利にできています。斜めに貼っていく場合は次の板の寸法が出しにくいので、貼るまでに2枚合わせて次の板の長さも印しておきます。ここで変木丸太の首切りをしていきます。首切りちょっと言葉は悪いんですけども、板が入るように切り替えてやることなんです。この仕事をするときはあらかじめ板を5、6枚分手前でしないと自分の体が柱の周りを回ることができません。だから床はこの辺で止めて首切りをしてやる必要があります。柱の首切りとはもちろん床板が柱に入るように切ることなんですけども、その訳は丸太の場合は当然なかなかこの丸いものにひっつけることができません。四角い柱の場合はきちっと首切り線でもひっつけることができます。でも板が縮んだ時に空いてきます。この家のように薪ストーブを焚いたり、もう急激に乾くのでこの板は空いてきます。その時にこの柱の中に1センチでも入れておけばずっとすくことはありません。上の部分は上から荷重かかりますし、柱と板はすくことはありません。柱の床の首切りは大工仕事の中でもう指折りになるほど自分は嫌いな仕事です。なかなか簡単そうに見えて結果がうまく出ません。結構難しいです。こんな感じでうまくいきましたね。95点ぐらいですかね。反対側の柱も同じように首切りしてあります。床板の継ぎ手部分、小口の継ぎ手部分ですけども、少し大きめの面を取ってやります。小口の面を取ることによってこの板が膨らんだり反ったりしても小口同士の荒れは目立たなくなります。また小口同士継ぐ場合は少し斜めに切ってやります。あまり斜めにしすぎますとかえって小口同士が後からついてきます。このまま順番に貼っていきますと、この柱の切り欠きの部分の板は順番には入りません。だから1枚前もって寸法を取ります。奥の方に目地1本分だけ深く大きく切り替えてやります。
柱の下の部分の板の2枚目の部分のボンドを塗ります。そしてはめ込んでいきます。そうすると目地1本分だけ前進したことになります。それから次の板のボンドを塗ってここへ次の板をはめていきます。少しはめにくいんですけども、これをしっかり留めて、そしてこの間からピスで留めて、それから最初に切り替えた板を戻してやります。この仕事をやり送りって言うんですけども、一回先送っといて、それをまた戻してやる仕事のことです。これで一番の難所の一列ができました。床張りが半分できたように思います。2日目ですけども、同じような作業になりますけども、しっかりとボンドを塗って力強く叩いてピスを揉んで貼っていきます。昔から床張りはあんまり好きじゃなかったんですけども、ここ最近膝が痛くなりまして、特に床張りは大変ですね。でも晴れた時の達成感というか、見栄は進み具合も一番目立つ部分になりますし、まあまあ頑張って貼っていきます。これは大黒柱の根元になります。これも同じように首切りして先ほどと同じように貼っていきます。やっぱ玄関の板はかちに対して小口張り直角に貼った方がかっこいいですね。節ありの床に枝付きの柱、まさに床から丸太が生えてきたみたいですね。よく似合いますね。これで2日間床張り終わりました。だいたいメインはできたんですけども、まだまだ残っております。ここで切りをつけさせていただきます。以上、大工のしおやんでした。